世界中で注目を集めている韓国ドラマ。ネットフリックスや U-NEXT など、日本で主流の動画配信サービスでも、多くの作品が配信されており、気になっているという方も多いのではないでしょうか。今回は、数々の名作を世に送り出してきた韓国ドラマの中でも、特に泣ける作品6選を紹介していきます。あらすじやおすすめポイントもまとめていますので、韓国ドラマ初心者の方はもちろん、感動作を探している方も、ぜひチェックしてみてください。絶対に見てほしい。泣ける韓国ドラマ6選。緻密なストーリー構成と、没入感あふれる演出で、世界中にファンを増殖している韓国ドラマ。その中でも、絶対に見てほしい韓国ドラマの名作6選を紹介していきます。むやみに切なく。相続者たちなどの話題作に出演する新韓流四天王のキム・ウビンさんと、韓国で国民の初恋と呼ばれるペ・スジさんが共演したドラマ、むやみに切なく。タイトルからもわかるように、切なすぎてとにかく泣けるヒューマンラブストーリーです。医師から余命1年以下であることを告げられた韓国のトップスターのジュニョン・キム・ウビンさんは、ある日、ドキュメンタリープロデューサーとなった幼馴染のウル・ペ・スジさんと再会します。番組への出演を依頼するウルに、冷たく対応するジュニョン。彼には、かつて思いを寄せていたウルと距離を置かなければならない辛い過去があったのでした。ビジュアルだけでなく、演技力でも高い評価を得ているキム・ウビンさんとペ・スジさん。過去の事件や複雑な人間関係に苛まれ何度もすれ違うジュニョンとウルの心境を迫真の演技で表現し、ピュアラブストーリーに仕上げています。ここまでするかと苦しくなるくらい切ないストーリーと、本作に出演後、咽頭がんにより活動休止することになったキム・ウビンさんの病人の演技がリアルすぎて、余計に涙をそそります。また、キム・ウビンさんの熱演を拝めることができて本当に喜ばしいですね。涙なしには見られないむやみに切なく。ラスト3話はティッシュを用意してご覧ください。椿の花咲く頃。主演のコン・ヒョジンさんとカン・ハヌルさんをはじめ、超豪華キャストで送る椿の花咲く頃。ラブコメ×ヒューマン×サスペンスという盛りだくさんの内容でありながら、そのすべてが最高のクオリティで相乗効果を発揮し、2019年度の賞を総なめにした名作です。生まれ故郷の田舎町に赴任した熱血警察官のヨンシク・カン・ハヌルさんは、本屋で見かけた飲食店オーナーのドンベク・コン・ヒョジンさんに一目惚れ。未婚の母であるとして、町の女性たちからのけ者にされている彼女に猛アタックします。一方、6年前に起こった連続殺人事件が再び世間を騒がせていました。捜査に乗り出したヨンシクは、ドンベクが営む店の壁に犯人のものと思われる落書きを発見します。ヨンシクの不器用ながら、ストレートな愛に胸キュン必至のラブロマンスだけで終わらないのがこの作品。身寄りのない未婚の母であるドンベクが、自分を捨てた母親やかつての恋人と再会し、親子の絆を築かせてくれる感動作です。イ・ジョンウンさんやオ・ジョンセさんなどの名脇役が名を連ねた本作で、ベテラン俳優たちに負けない圧巻の演技を見せたのが、ドンベクの子供ピルグ役のキム・ガンフン君。まだ甘えたいけどお母さんを守らなきゃという子供心に涙が止まりません。ドラマ後半の主軸となっていくサスペンス劇も、先の読めない展開で、のめり込むこと間違いなし。まだご覧になっていない方には、絶対に見てほしい作品です。ドッケビ、君がくれた愛しい日々。韓国ドラマの名作中の名作といえば、ドッケビですよね。コーヒープリンス1号店のコンユさんと、恋はチーズインザトラップのキム・ゴウンさんによる珠玉のファンタジーラブロマンスです。高麗の武将だったキム・シン・コンユさんは、戦場で大勢の命を奪った罰として、不滅の命を持つドッケビとなります。その命を終わらせることができるのは、ドッケビの花嫁ただ一人。そんなドッケビの花嫁として生まれたウンタクは、
19歳の誕生日にドッケビと出会います。不思議な力を持つ彼に心を開くウンタクですが、ドッケビからは花嫁ではないと冷たく当たられてしまい、結ばれることのない運命に反して強く惹かれ合っていくドッケビとウンタク。ついにドッケビの命が尽きるシーンでは、キム・ゴウンさんの迫真の演技が涙を誘います。二人が迎える衝撃のラストにも納得の内容でありながら号泣せざるを得ない作品です。また、イ・ドンウクさん扮する死神とユインナさん扮するサニーのカップルも本作が人気の理由。初々しいロマンスかと思いきや、前世の記憶が混ざり合う悲しいサイドストーリーにも涙腺崩壊必至となっています。俳優たちの演技力に加え、伏線回収まで完璧な脚本や圧倒されるほど美しい演出、心に響く OST など、どの面をとっても韓国ドラマ史上最高作と言えるドッケビ。見ないと損だと断言できるドラマです。眩しくて私たちの輝く時間。韓国を代表するベテラン女優のキム・エジャさんと中堅女優の中でも一線を画すハン・ジミンさんが二人一役に臨んだ眩しくて私たちの輝く時間。今、話題沸騰のナム・ジュヒョクさんを男性主人公に迎えた心温まるヒューマンストーリーです。幼い頃に時を戻せる腕時計を拾ったヘジャ・ハン・ジミンさんは、その力を使った分、早く老いることに気づき、腕時計を封印します。25歳になったヘジャは、ジュナ・ナム・ジュヒョクさんと出会い、恋に落ちました。そんなある日、父親を交通事故で失ったヘジャは腕時計を使い、何とかして父親を救うも、70歳のおばあさんの姿、キム・エジャさんになってしまいます。ヘジャがいなくなり落ち込むジュナの前に現れるも、もちろん気づいてもらえず、あらすじを見ると、時を戻せる腕時計や25歳の心を持つ70歳のおばあちゃんなど、少しファンタジー要素が強いと思われるストーリー。かと思いきや、最後に視聴者たちを裏切るまさかの展開に涙せずにはいられない傑作となっています。ベテラン俳優たちが熱演を見せる中でも、ひときわ存在感を放ったのが、ヘジャに恋心を抱くジュナを演じたナム・ジュヒョクさん。本作で、イケメン俳優から演技派俳優へと進化を遂げたナム・ジュヒョクさんにも注目したいドラマです。前半のストーリーからは想像できない結末を迎える眩しくて私たちの輝く時間。予想以上の感動を与えてくれる名作なので、最後までネタバレを見ずに楽しんでいただければと思います。ミスターサンシャイン。韓国を代表するハリウッドスターのイ・ビョンホンさんが9年ぶりの国内ドラマに選んだミスターサンシャイン。ヒロインにはドラマ初出演となるキム・テリさんが抜擢されたほか、ユ・ヨンソクさんやピョン・ヨハンさんなど演技派俳優が揃ったロマンス時代劇です。朝鮮王朝末期、貴族に仕えるヌヒの子として生まれたユジン・イ・ビョンホンは、命からがらアメリカへと渡り、やがて、米軍海兵隊の大尉になります。一方、日本からの独立運動を行っていた両親を失った愛臣、キム・テリさんは、名家の令嬢でありながら、その意思を継ぎ、義兵に、ある日、同じ人物の暗殺のために出くわした二人は、お互いを探るうちに次第に惹かれ合っていきます。先ほど紹介したドッケビや2016年の大ヒット作太陽の末裔と同じ監督と脚本家が手掛けた本作。映画にも負けない見応え抜群の映像美とそれぞれのキャラクターが際立つストーリーで見る者を圧倒する作品です。ヌヒ出身のアメリカ人、かつて命を救われた侍。長年会ったことのなかった許嫁の絵心に思いを寄せる3人は、国と愛する人を守るために、それぞれの方法で時代と戦うことを決意。彼らが選んだ生き様に、ラストは心がえぐられるような悲しみに襲われてしまいます。舞台となるのが、日本からの侵略を受ける朝鮮時代なので、どうしても日本が悪く描かれていますが、日本人が深く教わらない史実に目を背けないためにも、ぜひ見ていただきたいドラマです。空から降る1億の星。
2002年放送の明石家さんまさんと木村拓哉さんのダブル主演ドラマ、空から降る1億の星をリメイクした本作。韓国版では、ソイングクさん、チョン・ソミンさん、パク・ソンウンさんらがキャスティングされ、新たな展開も盛り込まれています。幼い頃に両親を亡くし、20歳年の離れた兄ジングク、パク・ソンウンさんから愛情を受けて育ったジンガン、チョン・ソミンさんは、親友の陶芸店で、不審な男ムヨン、ソイングクさんと出会いました。親友と付き合い始めたムヨンが別の女性といるところを見かけたジンガンは、彼と口論になるも、なぜか気になってしまいます。一方、陶芸店の日にムヨンを見かけたジングクは、彼の目にただならぬ気配を感じていました。とにかく、ドラマ全体を通して、重たい雰囲気が漂う、空から降る1億の星。やけどの跡があるムヨンと、ジンガンの隠された過去を知るにつれ、感情が揺さぶられます。二人が迎える結末には、涙の作品です。また、本作で心を閉ざして生きるも、ジンガンに出会い変わっていくムヨンを完璧に演じきったソイングクさん。キス職人として知られる彼の真骨頂ともいえるドラマとなっています。日本でも知名度がアップしている制作会社スタジオドラゴンがフジテレビと共同制作した韓国版空から降る1億の星は原作以上の映像美と丁寧な心理描写によって高い没入感が味わえます。原作を知っている人でも楽しめるのでぜひ見てみてください。まとめ。今回は涙腺崩壊する韓国ドラマ6選を紹介しました。どの作品も見終わった後にはロスになってしまうほどの名作ばかりですので、まだご覧になっていない方は必ずチェックしてみてくださいね。